意外と麻雀って簡単なの知ってた？ 1、まずポーカー感覚で柄を揃えていくためによくわからない字を捨てる。2、揃ってない端っこを捨てる。3、3カードにはなりにくいので片方のペアを捨てる。4、わからない時は感覚でいらない方を捨てる。あとはリーチと宣言して上がるだけ。ね、簡単でしょ？下の動画でもっと詳しくわかりやすく講義動画作ってるので、下のリンクよりお待ちしております。皆さんお世話になります。星並びでございます。前回の動画に引き続き見ていただいている皆様ありがとうございます。今回初めましての皆様いらっしゃいませ。今回の動画は麻雀の初心者講座2回目、守備のやり方で説明でございます。このようなアジェンダで今回は進めさせていただきます。ポイント解説の前に前回の動画で説明した用語のおさらいを一覧にしていました。用語集が溜まってきたら別の資料として展開しようと思ってますんで、ご期待でございます。ではフォールド、折についての必要性から説明していきましょう。いわゆる冒頭で言ってた守備のことですね。第1回の説明時、麻雀はポーカーに似ているっていう文脈でこんなポーカーの役の一覧を紹介したかなと思います。実際の麻雀ではポーカーのように絵や数字を揃えることで上がりが発生するのですが、実は教えていなかったポイントがあります。それは手の強弱です。このポーカーの図では下が強くて上が弱いと直感的に分かりやすいんですけど、麻雀だとなかなか分かりにくいんですよね。例えばこんな役なしの豚の手であれば勝負したくないなとなるはずなんですが、麻雀は自分の手が何点なのか分かりにくいから攻めの一辺倒で戦っちゃうことが多いんですよね。結果初めての方は負けてしまいやすいです。しかし一方で点数計算や役を覚えるのが難しいからこそ麻雀は難しそうと思ってしまわれがちです。なので今回の動画では点数計算を覚えなくても守備、ホールドをする方法をその条件と一緒に話していきましょう。ポーカーと違うところとして、ポーカーは点数でしかホールドの判断ができませんが、麻雀は点数以外にもホールドの判断ができるところがあります。例題として前回の動画から抜粋させていただきますね。この前回の動画ですと右の人はすでに5巡目でリーチを宣言している状態ですね。牌が曲がってます。つまり当たり前ですが、あと1枚で上がりとなる形になっていることが確定しているわけです。対して自分の手を見てみましょう。目算でもあと3巡か4巡ぐらいしなければリーチ宣言できなそうですね。当然ですがこの時点でめっちゃ不利じゃねって話です。そう、ポーカーと違う点として麻雀は点数以外にも手の進行速度でホールドの判断ができそうですよね。よって始めたての皆さんは今私と他の人がリーチしているが自分の番でリーチできない時を折の目算条件としてみましょう。実際この後まっすぐいらない牌を切っていった結果、ローンされて自分だけ点数が減ってますね。これができなくて負けている始めたての方から中級者の方めっちゃ見ます。じゃあ具体的にはどうやってフォールドするねんって話なんですけど、折の際に必要な振り点というルールについても解説していきます。で、この振り点っていうルールも実は点数計算と同じく始めたての人を悩ませるルールの一つなんですが、分かりやすく説明心がけていきますのでぜひついてきてください。で、振り点とは何ぞやっていうのを簡単に話すと、リーチ宣言した上がる一歩手前になった時、上がれる範囲のうち1種類でも自分が切っていたら相手から上がれないよっていうルールです。このルールの鬱陶しいところが1種類でもっていうところで、1種類でも切っていれば全部相手から上がれなくなるところなんですよね。例えば前回もリーチの際に説明したこんな手配で、本来は自分が引いても相手から出ても上がれていました。例えばこんな状態でリーチとなった場合、9万捨てちゃってますよね。これだと説明している振り点のルールが適用されてしまって、もし自分が下のような手配だった場合、9万が相手から出てもロンって言えなくなってしまうのはもちろんなんですけれども、この場合同じように待ちになっている6のマンズも上がれなくなってしまいます。ゲームだと機械が教えてくれるんでまあって感じなんですけど、もし対面で打つことを考えている初めましての皆様は本当に気をつけてください。ここただオンライン麻雀で修行してからと考えている皆さんはシステムに感謝しながらゆっくり学んでいきましょう。で、なんでこんなルールいきなり説明し始めたんだよって思ってる方もいるかと思いますが、この振り点というルールが今回防御の折のために必要になってきます。結論からお話ししますが、もちろん振り点は全プレイヤーに適用するルールですので、相手の捨ててる牌は相手もロンということができません。つまりリーチを打ってきた相手の側にすでに捨てられているものと同じ種類の牌が自分の手にあって、その牌を捨てても相手はロンって言えない、上がれないってことなんですね。例えばこんな状況で相手からリーチが入っているとき、相手の捨て牌にすでに捨てられている下記の牌を自分も手の中に持っているとき、それを捨ててもロンとは絶対に言われないわけです。これを麻雀では相手の現物と言います。またここで改めて説明なんですけど、相手にロンと言われることを放獣と言いますので、ここで合わせて覚えてください。
ただこれだけじゃせいぜい数順しか防御できねえじゃんかって話にもなってくると思うので、ちょっと発展的なメソッドなんですが、守備に使える筋というメソッドについても解説していきます。ちょっと複雑かもしれませんが、これを覚えるだけで放獣の可能性がだいぶ抑えられるので、ぜひ覚えていってください。で、ここから発展系です。例えば相手が6の想像を捨てているところから、もし6の想像が待ちになっているパターンを少し考えてみましょう。まず簡単に思いつくのが7と8を持っていて、6と9の想像で待っているパターンです。もし相手がこんな手で待ちになっている場合、6の想像を捨てているので、6の想像で論できないのはもちろんです。ただ、もし上のような手だったと仮定したとき、同じく9の想像も振り手になって上がれない可能性がありますよね。同じ理論で相手が4と5を持った3層と老層の待ちの場合にも、3層が同じく振り手になっている可能性もあります。この真ん中の数プラスマイナス3の数字の範囲は筋といい比較的安全な範囲になります。次のスライドでもう少し詳しく説明します。はい、ここで数字が書いてあるパイのリストをご準備いたしました。ここの真ん中の数字が切られていた場合、同じ色枠に囲まれているプラスマイナス3の数字は比較的安全な範囲となっております。ただ改めて注意したいのは、相手が捨てている現物とは違い、筋は完全に安全ではないことです。ということで注意点1点目です。先ほど申し上げた6の想像が切れている時に、4の想像と5の想像を持った待ちや7の想像と8の想像を持ったいわゆる両面待ちには論と言われません。しかし相手がこんな待ちだった場合、余裕で放獣することになります。例えば頭の方向が決まらず、頭と3カードの天秤でリーチしている3399の想像と持っているパターン、また1と2や2の4を持っている3層のみの待ちのパターン、これに対しては6の想像が切れていても余裕で論と言われてしまうので注意しましょう。そして2点目の注意点です。逆の理論で3の想像が切れているから6の想像も筋で安全というわけではありません。もし相手の3の想像を切っていても、7の想像と8の想像を持った6級層の待ちの場合、これまた余裕で放獣してしまいます。筋の理論が使えるのはあくまで真ん中の4から6の範囲が切れていた場合のみです。ただし4から6の想像が切れていなくても筋の理論が使える場合があります。それは例えば相手が3の想像だけではなく9の想像も両方切っていたパターンです。この場合は4の想像と5の想像を持った3層老層待ち、7の想像と8の想像を持った6級層待ち、どちらも挟んで否定されているので、この場合6の想像は筋となって比較的安全と言えます。この挟まれた筋のことを中筋と呼んだりします。しかしながらこの場合でも6の想像を2枚持った3カードの待ちだったり、5と7の想像を持った間待ちには放獣しますので、絶対に安全ではないことをご理解ください。さあ今回は詰め込むことがいっぱいでしたが、実践編で身につかせていきましょう。